皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢プラスシリア情勢の合体版となります。それぞれ別の動画にしても良いのですが、この2つの情勢は結構密接に関係しているところがあり、合わせてお伝えしていこうと思います。国際情勢というのは A という場所での出来事が全く違う B という場所での情勢にも大きく影響することがあり、そのどちらでも起こったことが相互にさらに影響するといったこともあります。例えば今回シリア情勢についてのお話をしますが、このシリアでアサド政権が倒れる場合、単純に中東情勢に大きな変化が現れるだけではなく、ロシアにとっても大打撃となります。現在、ロシアはアサド政権を支えています。それは空軍力の提供という非常に大きな戦力の提供です。反政府側には国家レベルの対空兵器がないために戦闘機を撃墜することが非常に困難です。撃破するとすれば基地で動いていない状態を襲うのが反政府側の攻撃としては最も現実的なぐらいです。しかし現在のロシアはウクライナへの侵略に全力を注いでいる状態であり、他の場所を支援するような余力がほとんどありません。そのためシリア情勢が大きく動こうとしているのです。では、最初になぜシリアのアサド政権が倒れた場合、ロシアにとって大きな打撃となるかといえば、そこにはエネルギー事情というものがあります。これまでロシアの侵略戦争を支えていた大きな財源となっていたのはエネルギー資源です。ロシアはエネルギー、鉱物資源、食料といった多くの輸出することができるものを持っています。しかし、金額的に一番大きいのはエネルギーです。エネルギーの効率的な輸送といったものは多くの国々にとって恵みをもたらすこととなります。特に現在のヨーロッパ市場はエネルギー資源が非常に値段が高いといったこともあり、物価高を招き、それが各国の政府に対する不満として大きく突き上げを起こしています。ところが、シリアの現在のアサド政権が倒れて、もしも親欧米派の傀儡政権が樹立されるようなことにもなれば、ロシアにとって非常に不愉快な出来事が起こるでしょう。それは、サウジアラビアなどの原油、パイプラインをもってしてヨーロッパへつなぐ計画が動き出すことが考えられます。場所としては、中東はヨーロッパに非常に近いのですが、しかし、船で運ぶよりもさらにパイプラインをつないだ方がコスト的には低減されます。ヨーロッパは巨大市場であり、その巨大市場に安く物を売れるとなれば、ヨーロッパの方は大喜びで中東からの買い付けを増やすことでしょう。それはロシアにとって非常に大きな市場を永遠に失う可能性を秘めているわけです。ロシアにしてみれば、そうした中東とヨーロッパをつなぐパイプラインを生まれないようにするためというのもありますし、とにかくロシアにとっては友好国を確保するということが非常に重要です。特に民主的な国家ではなく独裁国家ともなれば、ロシアにとって非常に付き合いやすい相手なわけで、アサド政権を失うというのはロシアにとっては悪夢でしょう。さて、そのようにロシアにとってシリア情勢大事なんだけども助けることが難しいぞとなった状況、今どうなっているかについて見ておきましょう。シリア情勢についてはちょっと街の名を聞いてもどこに何があるのかさっぱりわからないという方も非常に多いでしょう。実際そのように動画へのコメントも入っています。そのためちょっと毎回のようにこの地図を出した上でお話を進めていきます。シリアには政府側と反政府側の勢力があり、政府側はアサド政権軍、その政府軍を支えるロシア軍とイラン民兵、それ以外の勢力としての反政府勢力がいくつもあります。町の名前としてこの動画を理解する上で必要なのは、北部のアレッポを反政府側が攻略しました。そして現在ではアレッポからその南、ハマーの町へと現在は進み、町の郊外での戦闘が始まっているようです。アサド政権軍の本拠地である首都ダマスカスはそれよりもさらに南にあります。今回ハマの西側にタルトゥースという名前を入れておきました。このタルトゥースという町について少しお話をしておきましょう。戦争研究所の報告によると、このタルトゥースの町にはロシア軍の海軍艦艇が駐留していました。シリア政権軍にとってロシアとの関係が深いことから、ロシア軍の軍艦がここを寄港地としていたのです。しかし、衛星からの写真分析によれば、
タルトゥースの町からロシア軍の艦艇が次々と姿を消しているそうです。戦争研究所では、シリアから離れたロシア海軍艦艇は地中海からバルト海へと移っていくのではないかと見ています。近場であれば、ウクライナとの戦場である黒海もまた選択肢に上がるという話はあるのですが、現在のところトルコが軍艦の往来を規制しており、地中海にいるロシア海軍艦艇は黒海に入ることができません。そのため、ヨーロッパ側の海へと行かざるを得ないというのです。おそらくロシア軍の考え方としては、タルトゥースの町はアサド政権軍にとって守りきれないだろうと考え、紛争に巻き込まれることを避けたのだと見られています。また同様にして、ロシア海軍だけではなく、ロシア空軍にしても駐留している戦闘機が戦場からより離れた場所へと拠点を移しているそうです。そしてこちらが戦況マップ。ウクライナの戦場においては戦争研究所が発表している戦況図が使えたのですが、シリア情勢については戦争研究所が地図を発表していないので、X でテンダーさんの発表しているものを引用させてもらいます。赤く塗られている部分、こちらがアサド政権の勢力圏で、緑に塗られているところが反政府側のHTS を中心とした勢力。東の方に少し黄色みがかかった部分ありますが、こちらの勢力はおそらくクルド系の反政府軍です。現在 HTS を中心とした反政府軍はアレッポから南ハマへと進んでいます。当初からこのハマで防衛線を引き、反政府軍を迎え撃つだろうと言われていたのですが、現在のところ政府軍は浮き足だった状態が続いているようです。例えばこちらはハマ周辺に到達した反政府軍が誰も管理していないアサド政権軍の軍用車両を発見したところです。反体制派が鹵獲に成功したのはロシア製の T90A 戦車、同じくロシア製の装甲車や対空機関砲、装甲車、多連装ロケット、その他軍用車両何両かも鹵獲に成功したようです。T90A は今のウクライナの戦場においても少数派の新しめの戦車です。そして政府軍の混乱が続いていることを思わせるのがこちらの映像。主要幹線道路を走っていると何両もの軍用車両が無傷の状態で放置されています。これらの車両は燃料補給が間に合わず、そのまま燃料切れとともに兵士たちが捨て置いたものだと考えられています。こうした撤退するシリア政府軍が残した車両は、ロシア製の T90A 戦車3両、T70M 戦車、T55 戦車、そして歩兵戦闘車1両が確保できたそうです。こうした戦車1両1両はかなり反政府軍にとって重要な戦力となります。例えばこちらは反政府軍の行軍している光景としてネットで出回っている映像です。兵士たちは一般でも買える車にみんなが乗り込んで移動しています。装甲のついた軍用車両というのはどれも非常に高価なものであり、これまで反政府軍が圧倒されてきたというのも頷けるものでしょう。だからこそ反政府側が一戦級の戦車を次々と鹵獲できるというのは今後の戦いにも影響するのです。現在のところ後方へと移ったロシア空軍の戦闘機が反政府軍に対する空爆を始めたようです。それだけに反政府軍の勢いがどこまで続くかといったところはまだまだ見ておかなければならないでしょう。特にハマ市での攻防戦はおそらくは今回の反政府軍の攻勢の重要ポイントとなります。アレッポにおいてはすでに兵士たちが逃げ散ったといったところから多くの軍用車両や軍事物資を獲得することができました。しかしハマにおいてはそれなりの部隊が集まっているという話があるので、ここでの戦いを制することができるかどうかといったところでアサド政権軍が立ち直るかどうかの分かれ目となります。なお、アサド政権がもしも倒れた場合についての話なのですが、今のところ北部についてはトルコが抑え、それ以外については独立系のイスラム勢力、そしてもう一つはクルド人系の部隊がある程度の独立勢力としてシリアという国を分割してそれぞれ勢力圏として治めるような形になるだろうと思われます。一つの国としてもうまとまることは難しいかもしれません。ただしそれ自体はあまり問題にならないかもしれません。というのも中東地域というのは歴史的に見れば住んでいる人たちがどこにいるのか、民族や文化的な色分けといったものを全く無視する形で欧米列強が国境線を引いたといった事情があり、現地の情勢とは
全く関係のないところで国の形といったものが作られたといった事情があります。そのあたりの政治的なごたごたについては内戦という意味合いでは長くは続くとは思うのですが、少なくとも現在のところはアサド政権と反政府側の勢力といった形での色分けをしたままでも一応話は通るでしょう。さて、それでは後半はウクライナ情勢についての話です。ウクライナ情勢についての話では現在のところ大きな変化は起こってはいません。地上戦においては東部戦線でロシア軍がじりじりと前進し、一方でウクライナ側はロシア領クルスク州での防衛戦を現在でも続け、ロシア軍の死傷者は非常に高水準が続いています。ウクライナとしては外交カードとしてクルスク州の占領地を残しておきたいし、ロシアとしてはアメリカが何らか間に割って入ってきて外交交渉の場が設けられるというのを前提として、今がまさに力攻めの時期だと考えています。この状況そのものはしばらく続くでしょう。しかしバイデン政権最後の時といったこともあり、現在はウクライナ支援のために獲得した予算枠をいかにして使い切るかといったかなり駆け込みの時期でもあります。つい先日もバイデン政権がウクライナに対する追加軍事支援を発表。さらにドイツのショルツ首相もウクライナの首都キーウを訪れ、ウクライナに対する追加支援の申し出を行いました。現在ドイツでは来年の早い時期にでも議会選挙が行われ、ショルツ首相の続投といったものはちょっと難しいのではないかと言われている状況ですから、今後ドイツのウクライナ支援どうなるかも結構不透明なところです。どの国においてもエネルギー資源高による物価の高騰といったものが背景にある上に、ヨーロッパでアメリカと同様の移民・難民の受け入れしすぎた問題といったものが非常に大きな政治課題として突きつけられています。世界情勢を見るときは単純にそのこと自体に興味を抱くのと同時に、日本もまたそうした状況を見て他の国で失敗しているのであれば、それが何で失敗したのか、その失敗から日本は何を学び取るかといったところを忘れないようにしましょう。というわけで今回の動画はここまで。9割方シリア情勢についてのお話をしましたが、シリア情勢がロシアにとって不利になればなるほど、プーチン大統領にとってもウクライナに全力を注いでいる場合ではないと少しは考えるかもしれません。実際にはなかなかそうは期待はできないわけですが、少なくともロシアの国力を削ぎ落とし、ロシアの未来を暗くしているのはプーチン大統領自身の行動です。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画が役に立ったなと思われる方はぜひとも他の方にもこのチャンネルをお知らせしてくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。